世界の現代アート巡り。私たちは世界の現代アートを巡る旅をしています。今回は瀬戸内国際芸術祭秋会期に行ってきます。おはようございます。瀬戸芸秋会期2日目です。今日は伊吹島に行きたいと思います。伊吹島行きのフェリーは観音寺港から出ているので、今日はハイスタッフホールに車を止めました。芸術祭期間中は観音寺港行きの無料シャトルバスも出ているので、バスで向かいます。バスで約10分、観音寺港に着きました。港近くにインフォメーションがあります。伊吹島に行く前にここで少し情報を確認することができます。フェリーのチケットは券売機で購入できます。近くにスタッフさんもいました。伊吹島行きの往復チケットを購入。値段は1200円でした。実は今回、ある場所に寄るためにフェリーの時間よりも少し早めに港に行けました。それがこちらの伊吹いりこセンターです。伊吹島はいりこで有名な島なんです。朝は6時から営業しているこちらで朝ラーメンをいただきたいと思います。店内に入るといりこの香ばしい香りがしてきました。券売機で食券を買います。朝8時までの限定メニューもありました。今日は伊吹そばにしました。いりこだしが効いていて、朝からでもペロリといけちゃうぐらい美味しかったです。ごちそうさまでした。9時30分発のフェリーが来ました。少し早めに並び始めていたので、フェリーに向かいます。ポパイと思われる船の名前。なんでポパイなんだろう。今日の天候は曇り。日差しがない分過ごしやすいですが、気温が高めなので、まだまだ半袖で十分でした。観音寺港から25分、伊吹島真浦港に到着です。伊吹島の人口は約300人。伊吹いりこの産地と知られ、港には漁港らしく大漁旗といりこの鯉のぼりがお出迎えしてくれました。真浦港には瀬戸芸案内所も併設されており、伊吹島グルメがおすすめみたいです。真浦港から観音寺港へのフェリー時刻表です。昼過ぎからも5本ぐらい出てました。瀬戸芸案内所で伊吹島のガイドマップをいただきました。早速アート巡りスタートです。伊吹島島内は道幅がとても狭く、右側通行のアテンションがしっかりされてました。伊吹島には今回初めて来ましたが、とにかく道幅が狭くて坂道ばかり。まるで小木島のようでした。少し登って振り返れば瀬戸内海を見渡せます。伊吹島最初の作品はラオス出身のアーティスト、プンポール・ポーティザンさんの作品、最後の避難所です。竹と金属でできたみこしのように見えるオブジェは、大都市へ移住した新世代の島民に着想を得たものです。竹は団結と協力の精神を反映し、金属は家や漁師の道具を象徴しています。金属の網は透けて見えて、存在しながらも忘れ去られつつある文化を示唆しています。本作は人口減少と移住による文化の喪失という緊急課題について鑑賞者に考えさせ、地域社会が持つユニークで豊かな伝統を消え去る前に大切にし、継承することの重要性を呼びかけています。次の作品を見に坂をさらに登っていきます。約3分ほどで会場が見えてきました。こちらの旧伊吹小学校内に作品があります。校舎に入るとなんだか賑やかな音が聞こえてきました。瀬戸芸の作品は2階にあるみたいです。2階に登るとまず見えたのはこちらの作品。この作品はインドネシアのアーティスト、チョンペット・クスビダナントの作品、反響です。この宙に浮かぶ衣装や教室に鳴り響く楽器の音は、かつてこの学校に通っていた子供たちが使っていたものです。この作品の中心にあるのは、記憶と不在というテーマ。まるで幽霊のマーチングバンドが目の前に立っているように、衣装だけが宙に浮かび、音楽や光とともに空間全体が記憶を再生するように動いています。作者は不在の更新をテーマにした作品を発表してきた作家で、音楽や演劇のバックグラウンドを活かしながら社会の記憶や変化を表現してきました。伊吹島では廃校という特別な空間を利用することで、人口減少や子供がいなくなってしまった学校をアートとして見つめ直させます。作品タイトルの反響は、音が壁に当たって帰ってくるように、かつての子供たちの声や音楽が今も島の記憶の中でこだましているという意味を含んでいます。
静かな校舎に響く楽器の音、窓の外に見える海の景色、そして宙に浮かぶ制服たち、それらが一体となって島の過去と現在が共鳴する体験を作り出しています。隣の教室にも作品があります。こちらはアレクサンドラ・コバレバと佐藤圭さんの作品、物が見る夢です。前回の瀬戸芸からあるこちらの作品は、伊吹島の暮らしを支えた民具を集め、海の庭を表しています。漁網をいくつも重ねることで海に見えるこの作品、窓の外に広がる瀬戸内海とつながり、静かでとても美しい作品でした。小学校内の最後の作品はこちら、岡村慶三郎さんの生命の魚です。こちらの岡村さんの作品は伊吹島内の3カ所に展開されています。そのうちの一つの作品は、教室目いっぱいに広がっているこちらの作品、北冥の魚です。屏風状のパネルには巨大な魚や小さな魚が彫られており、近くで見ると魚の鱗が細かく描かれています。とっても繊細でかなり迫力の感じる作品でした。小学校の作品を見終えました。校舎の前にあるこちらのアート作品はなんとお手洗いなんです。小学校の前で販売していたいりこの天ぷらをいただきます。噛めば噛むほどいりこの味が染み渡ってとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。旧伊吹小学校の作品を見終えたので次の作品です。小学校から北へ150メートルほど歩いたところにあります。到着しました。伊吹分団豚書の倉庫に作品があります。岡村慶三郎さんの2カ所目の会場です。今回は1階と2階に大きな作品がありました。まるで海底から浮かび上がるような魚や大きな波がとてもリアルで迫力のある作品でした。次の作品は東へ約200メートル。こちらもまた細い道を進んでいきます。到着しました。伊吹島民族資料館です。この資料館には島に残る漁具や民具を展示しています。伊吹島の歴史や文化を知ることができる貴重な場所です。その展示の奥の部屋が岡村慶三郎さんの3カ所目の会場です。ここには先ほどより小さめですが4枚の作品が展示してありました。これまでの作品とは違ってより立体的でカラフルに色がつけられていました。海洋生物というよりかは人間っぽい姿や船にも見えました。次の作品は伊吹島の北側にある高台にあります。資料館から約10分くらい歩いたところにあります。時折猫に遭遇しながら細い道を歩いていきます。少し上り坂多めです。だいぶ高いところまで登ってきました。伊吹島から見る瀬戸内海の景色は新鮮でした。到着しました。栗林隆さんの作品、伊吹の木です。ここにはかつて出産する前後1ヶ月、母親が集団生活をして体を休めるための出部屋と呼ばれる産院がありました。産後の母親が家事などの労働から解放されてゆっくりと過ごせた場所だったらしいです。その出部屋があった場所にこの作品が作られました。四国産の板を何千枚も組み上げ、木の中の空間には約2500枚もの鏡が張り巡らされています。この万華鏡のように鏡に映る景色に立ち止まり、今の自分を見つめ直すための命の木とも呼ばれています。何かに悩んだり、将来に不安があったり、人にはいろんな思いがありますが、またここに戻ってきて今を楽しむことの大切さを再確認しに来たいと思いました。最後の作品を見に西へ300メートルほど進みます。伊吹島はぐるっと一周する形で作品を巡ることができました。到着しました。こちらの作品はイリコ案です。4人の建築家からなる横浜を拠点とする建築設計事務所みかん組と明治大学の学生による共同作品となっています。2016年からあるこの作品は、かつて島で使われていたイリコを干すためのせいろや木材、瓦、石垣などを再利用して建てられた建物です。瀬戸芸期間中は私たち鑑賞者の休憩所として、そして普段は島民が語らう場所として島の中に溶け込んでいます。港まで戻ってきました。何やら売店が出ていたので少し覗いてみます。伊吹島で採れたイリコを販売していました。せっかくなのでおかずいりこをお土産で購入。1袋500円でした。伊吹島のアート巡りもあっという間に終了。12時発のフェリーに乗って観音寺港へ戻ります。コンパクトでしたが、作品も食べ物も景色も堪能することができました。観音寺港に戻ってきました。現在の時刻は12時半過ぎ。予定より大幅に早く戻ってきました。
とりあえず、無料シャトルバスに乗ってハイスタッフホールに戻りたいと思います。バスで20分、ハイスタッフホールに到着です。とりあえず、これからの作戦を練るためにコーヒー屋さんに向かいたいと思います。観音寺から車で15分、三豊市にあるズーズーズーさんに到着しました。こちらの施設、思ってたよりも広くて、カフェ以外にも畑やサウナ施設、もちろん研究所っぽい建物もありました。今回はとりあえずカフェのみ利用ということなので、早速中に入ります。コーヒー研究所ということだけあって、実験器具にコーヒー豆が入っていたりと、インテリアにもテンションが上がります。メニューはこんな感じです。コーヒー以外にもエスプレッソ系のドリンクやスコーンやケーキなどの定食の販売もしていました。今回も僕たちはハンドドリップを注文しました。お豆はこちらのラインナップから選ぶことができました。お豆はコスタリカのお豆と秋の根というブレンドを選びました。お姉さんたちがハリオ V60 の器具で一杯一杯丁寧に抽出してくれます。コーヒーとスコーン合わせて820円でした。チョコレートのスコーンと相性抜群のコスタリカのコーヒー、めちゃくちゃ美味しかったです。ごちそうさまでした。ご視聴ありがとうございます。次回の瀬戸内国際芸術祭は、世界の海を股にかけた船乗りの島、粟島に行ってきます。このチャンネルは世界の現代美術館の情報を配信しています。この動画がいいなと思った方はチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。